大ニュースです。とんでもない秘密を発見しました。これが解決すれば全国民10万円給付が実現しそうです。ただし深い闇があります。6月解散、8月給付開始の条件、特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話したいと思います。先にお話しすると、その深い闇というのは衆議院選挙ですと。で、その衆議院選挙に関するとんでもなく深い秘密、深い闇を発見しましたので、この動画の後半で今日はお話しさせていただきます。なので、ぜひ動画の後半までご覧になっていただければと思います。それから給付金に関する新しい情報が出たらすぐにこのように動画でお話しさせていただいてますので、新しい動画が出たらすぐに見たい。あるいは給付金に関する情報が出たらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付されたい。あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい動画が出た時にチャンネル登録しておいていただくとすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まず特別定額給付金って何だっけということなんですけども、特別定額給付金とは、コロナ禍にやった全国民1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。で、その2回目って何だっけということなんですけども、これは今非常に国民の生活が苦しいといったような現状があります。コロナ禍と同じぐらい、あるいはそれ以上に今非常に苦しいということがあるので、ぜひその2回目をやってくださいというふうな声がありますと。ただ岸田首相はこの1人10万円を給付するような給付金についてはコロナ禍のような国難の時でないとやりませんというふうに言ってます。そもそも特別定額給付金は国民の声を受けて給付が決定したといったような経緯がありますと。コロナ禍に1世帯30万円を給付するというような案で一度閣議決定をしたんですけれども、国民が1人10万円給付やってくださいよということを言ってましたと。で、さらに自民党以外にも例えば公明党ですとか、あるいは国民民主党とか、自民党っていうのはその自民党の若手とかですね、そういったところでもそういう1人10万円やってくれというふうな声がありました。で、それを受けて公明党が自民党に対して1人10万円給付やってくださいよということを突き上げて、1回決めた閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したと。国民の声を汲み取って公明党が自民党を突き上げて、そして一度決まった閣議決定を動かして、給付が決定したということですね。なので、この国民の声を上げ続けていけばこういった形で1人10万円給付といったような給付金が実現する可能性もあるというところです。さあ、10万円給付を政策にしている党はどういうところがあるのかなというところですね。国民民主党、1人10万円給付というものを謳ってます。それかられいわ新選組、ここは春夏秋冬、四半期ごとに1人10万円給付するということを謳ってます。その財源もありますというふうに言っています。ただ、この1回目の特別定額給付金の時は、自民党と公明党、いわゆる与党で検討されたのに対して、今回この検討しているのはこの国民民主党あるいはれいわ新選組ということで野党にとどまるというところがあります。さあ、大逆転のシナリオはあるんでしょうかということですけれども、とにかく国民の声としてはコロナ禍よりも苦しいですよという声がありますと。それはなぜか、物価が上がっていて給料は上がっていないといったような現状があります。物価が上がっていくのはそんなに悪いことではないんですけれども、それに並行して給料が上がっていってるってことがないと。新聞とかあるいはニュースとかでは、ベア 5% というふうな形で、いろんな企業が、給料上がってますよということが言われてるんですけど、あくまでそれは大企業に限ってのことで、我々国民の大半が勤めている中小企業に至ってはほとんど給料が上がってないと。国民の生活の下支えが必要といったような状況があります。コロナ禍っていうのは、例えば旅行業、あるいはレストランとか、あるいはこの交通に関するようなところは、外出制限とかありましたので、当然苦しかったというのはあります。ただ我々一般的な国民にとっては、そのコロナ禍よりも物価が上がって給料が上がってないって今の方がとてつもなく苦しいですよと。生活費の負担苦しいですよ
コロナ禍が国難っていうんであれば、今は国難以上ですと、もっと苦しいといったような現状がありますと。それを受けてとんでもない低支持率になってますということがあります。いやいや、国民としては苦しいのに国難じゃないと給付しない。いや、ふざけてんですかと。国民としてはそんなことは支持しませんよということで、とんでもない低支持率になっているということです。じゃあこの低支持率であってもあくまで国民の声であって、与党はそういうような政策を立てていない。一人10万円給付ということは言ってない。野党にとどまるので、なのでじゃあ首相はそういった国民の声を受けれないかというと、首相は国民の声を無視できないといったような現状があります。それは何ででしょうかというところですね。岸田首相は、首相で居続けるためには衆議院の解散というのが必要ということがあります。これは何かというと、今年の9月には自民党の総裁選がありますと。で、9月に自民党総裁選があって、衆議院の任期っていうのは翌年の10月です。なので今年の9月にこのめちゃくちゃ低い岸田首相を自民党総裁として再選させて、首相としてこの衆議院の選挙を迎えたんでは、もしかしたら自分がこの落選してしまうかもしれないと、衆議院議員でいられなくなってしまうというふうに思う自民党の議員っていうのはたくさんいると思います。そうなるとこの自民党総裁選で岸田首相を再選させるということはなく、つまり岸田首相がここで首相でいられなくなってしまうということがあります。なので岸田首相としてはこの自民党総裁選の前に衆議院の解散を行って、議席を減らすかもしれませんが過半数をなんとか確保して、国民の信を得ましたよということで、自民党総裁として再選するというところを狙っていますと。自民党の議員としても、その過半数確保する、あるいはその衆議院の議員として、再度当選ということになれば、岸田首相を自民党の総裁としてもう一回再選させるということもあり得るというふうに考えられるので、岸田首相としてはこの今低い支持率のまま自民党総裁選を迎えるんではなくて、きちんと衆議院選挙で過半数を自民党が確保して再選されると、自民党総裁選で再選されて首相として居続けるというところを狙っていますと。さあ、そのタイミングはいつあるのかということですね。一説にはこの6月じゃないかなというふうに言われています。これ何かというと、今回の低い支持率の元になっているのは、政策がうまくいかなかったということに加えて、政治と金の問題、裏金問題というのがあります。で、その裏金問題を解決する政治資金規正法の改正っていうのをこの通常国会で行うというふうに岸田首相は言ってます。そしてこの6月までに政治資金規正法の改正を行って、そしてこの6月からは去年の年末に決めたこの減税っていうのもスタートします。1人4万円減税ですねっていうのがスタートしますので、その減税とこの政治資金規正法の改正っていうのをこのタイミングで行って、支持率を少しでも上げて解散していくというふうなことになるんじゃないかなということが予想されています。さあ、衆議院解散はいつあるのかというところを予想していきたいと思います。この参議院のですね、予算委員会の中での質疑の中で、このいつ解散するかというところについてのヒントがありました。れいわ新選組の山本代表が、いつ辞めるんですかというふうな質問をしていました。それに対して今は考えていないと。またいつ解散しますか、それも今は考えてないと。で、もう一度その質問の中で、いつ解散するんですかと、国民の信を問う必要がありますよと、今は考えていないということですね。つまり解散は考えているけれども、今は解散しませんよということで言っています。で、さらに立憲民主党の辻元議員、総理、4月に一か八かの裏金解散というのを考えてるんじゃないですかということで質問しましたところ、ちょっとニュアンスが違ったんですね。全く考えていませんよと。なるほどと。じゃあ山本さんと辻元さんの話を合わせるとどうなるかと。6月解散じゃないかなということが見えてます。今は考えてない。6月には解散するかもしれないと。4月に解散するんじゃないんですか。それは全く考えてないよと。6月解散だなということが予想できるというところです。この話と合わせても、この話っていうのは、
この6月に向けてですね、減税をスタートしたりとか、あるいは政治資金規正法の改正を行うということを考えても、どうやら6月解散するっていうことが、見えてくるというところですね。さあ、岸田首相、岸田内閣の最新の支持率というところを確認すると、JNN、TBS 系ですね、の世論調査の会社による、速報によると、支持率 22%、不支持率 74% と過去最低を更新しているということですね。2月中に行われた他の世論調査の会社の、世論調査の結果によっても、もう各社軒並み、過去最低を更新している、過去最低の支持率を更新しているといったような状況です。さあ、いよいよ岸田首相、もう諦めたんじゃないかなということも言えるんですけども、いや、岸田首相は諦めていませんと。今年の9月での自民党総裁選をもってして、退陣するのかなというふうにも、普通であればこの低支持率ですから考えられるんですけども、いや、解散で勝負に打って出ますよねと。今のストーリーですね。解散で勝負に出て、またこの自民党の過半数の議席っていうのを確保しにとにかくいくということが考えられますと。去年のこの同じ時期、この通常国会が終わるような時期にも、もしかしたらこの通常国会終わったところで解散するんじゃないですかということを言われていたんですけれども、いや解散しませんよと。結局解散をしなかったということがありますと。ただそこで言っていたのは、状況に応じて判断しますということを言ってます。つまり岸田首相っていうのは、この衆議院解散っていうのを常に考えています。どのタイミングでやっていったらいいかっていうことを考えてます。そもそも衆議院っていうのは、任期を満了して選挙になるということはほとんどありません。戦後の歴史の中で、この衆議院の解散が行われなかったということは一度しかありません。もうほぼほぼ 99% 解散は行われます。それはどのタイミングでやったらいいかということを、与党が、そのタイミングを虎視眈々と狙っているという状況です。それは岸田首相も変わりませんと。当然自民党ができるだけ議席を多く確保するっていうふうに思われるようなタイミング、あるいは自分が首相でいられるタイミングっていうところで、解散をしてくれるということを考えているに決まってますということですね。たださすがに国民は怒ってますと。この支持率を見ても、どう考えても今回は自民党にみんな投票しないでしょというところで、結果選挙に打って出ていざ勝負と岸田首相がしたものの、結局自民党が大敗して過半数割れというふうなことも考えられますと。そうなった場合、今までの自民党あるいは公明党だけでは過半数を確保できないといったような事態も考えられますと。そうなると連立政権ですね、この2党に加えて、3党とか、あるいはもう少し入れる必要があるかもしれませんが、とにかく連立政権、3党とかの連立政権が必要だったりとかしますと。で、そうなると誰を入れるか、どの党を入れるかということが考える必要があるんですけども、一番可能性があるとするならば国民民主党じゃないかなというふうなことが言われています。なぜかというと、この玉木代表、国民民主党の玉木代表っていうのは、政策はとにかく是々非々ですということで、つまり政党が、自民党公明党が立てるその政策については全部反対だというのが基本的な野党の姿勢なんですけども、そんなこともなく是々非々で、国民民主党のこの玉木代表の考えるような政策と合っている場合は、それは与党であってもやっていくということですねと。で、対決ではなく解決だというふうに言っているということもあって、この自民党公明党が大敗して、この2党をもってしても過半数確保できなかった場合、この国民民主党と3党連立ということも考えられるということですね。さあ、ピンときたと思います。その与党に近い国民民主党が、この3党連立ということになった場合、先ほどお話しました。1人10万円給付を政策にしている党の一つであるということですね。国民民主党の政策、ちょっと確認しますと、1人当たり10万円給付という給付金に加えて、あるいは消費税の減税ということも政策にして、柱の政策として掲げています。これ昨年の11月に参議院の中でですね、消費税減税法案というのも提出しています。つまり国民民主党の政策としては、消費税減税、あるいは1人10万円給付の給付金ということを政策の柱にしているということですね。で、
この消費税減税っていうのが望まれている理由っていうのをちょっと整理しましたということですね。で、たくさんこの、給付金の動画っていうのを上げさせていただくと、このたくさん消費税減税もやってくださいっていうふうなコメントもいただきます。で、その理由としては主に大体この4つですね。で、消費税っていうのは何か物を買うっていうことについてずっとかかるんで、その税金の負担が大きいですよという意見。それからその逆ですね。この経済的影響の持続ということについては、例えばこの税金かかるものがなくなるということであれば、その経済的な影響がずっと持続しますということなんで、一番と同じようなことなんですけども、その効果っていうのが10万円を1回給付されるとか、そういう給付金のものに加えて経済的影響、いい影響が持続しますよということですね。それから消費の刺激にもなると。何か物を買うことについてかかりますというのが消費税ですね。で、その税金がかからなくなるというところですので、その消費の刺激っていうことについては影響が大きいというところです。で、それから税負担の公平性っていうものもありますね。これは同じ金額のものを買うっていう時にあたっては、例えば収入が多い人も収入が少ない人も一様に同じ額だけかかりますというのが消費税です。ただ、所得税のように収入が多い人には、それなりの多い額の税金、あるいは収入が少ない人にとっては、それなりに、それに応じて、低い税金の額というところが公平なんじゃないかなと。消費税については、公平ではないというふうな意見もありますというところです。さあ、国民民主党、実際にこの3党連立ということになった場合、ちゃんとこの政策をしていきますかということが気になります。もしこの押されてですね、この首相に玉木首相が、玉木代表が首相になった場合にやっぱりやめたとなってしまっては困るわけですね。なので実際にやっていくかどうかっていうところがちょっと気になったので聞いてみましたというところです。で、その前にこの自民党が大敗してこの3党連立になった場合、なんで国民民主党の玉木代表が首相になるかっていうことなんですけども、前にあった村山政権とかは、自民党とかが議席を減らしてですね、この3党の連立でないと過半数を確保できないっていうふうな状態になって、ただ大敗して議席を減らしているので、この総裁をそのまま首相に押すっていうことがなかなかできなかったりとかするわけですね。で、そうなるとこの自民党公明党の代表を押すということではなくて、国民民主党の党首である玉木代表をこの国民の信を得たと、少し議席をおそらく増やしてくるような形になって、その玉木代表をその首相として押して首相になるということですね。で、その首相になった場合、この政策やっぱりやめたとなっては困るので、国民民主党にちゃんと政策やっていきますかっていうことを確認してみましたと。で、このストーリーをお話しして、玉木代表が首相になるってこともあり得ると思うんですよねと。その場合ちゃんとこの10万円給付、あるいは消費税減税やっていきますかということで聞きましたと。玉木代表本人には聞けなかったんですけれども、国民民主党の本部の方にお話を伺うことができましたと。衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていくっていうふうなことはあると思いますけれども、この柱の政策っていうのは10万円給付、あるいは消費税減税ですね。というところはブレる可能性は低いと思うと。なるほどですねと。そのお言葉聞けただけで十分ですよと。国民民主党信じますよと。じゃあ国民民主党のもし玉木代表が首相になる、あるいはその政権与党のうちの一つというふうになっていった場合、この10万円給付、あるいは消費税減税ということで動いていくんですねと。わかりましたと。信じますよというところですと。さあ、今日のこの動画の一番のポイント、肝になるところをこれからお話しさせていただきたいと思います。全体の中でここだけちょっと赤枠にさせていただいたんですけども、この特別定額給付金のような、1人10万円給付するというような給付金が実現するかどうかというところについては、当然この自民党が大敗して、国民民主党と3党連立というふうな形になってくるっていうことがもちろん必要なんですけれども、その実現するためにはとにかく衆議院選挙にかかっていると。全ては選挙にかかってますというところですね。で、ここには深い闇がありますというところです。その闇についてご説明しますと。まず一つ目に小選挙区制度の闇というものがありますと。で、結局地元推しに入れてしまうっていうふうなことがありますね。で、小選挙区っていうのはそもそも
3分の2が、そうですね、衆議院議員のこの3分の2がまず小選挙区ということがあります。定数が465あるんですけども、そのうち小選挙区っていうのは289あります。大体3分の2までいかないですね。62、3% ぐらいがこの小選挙区と。大体6割が小選挙区ということがあります。なので、大体地元推しに入れるというのが常なので、なかなかちょっとこの小選挙区の議席が崩れていかないというものがありますと。で、結局例えばじゃあここは千葉県の船橋市なんですけども、船橋市でいうと野田元総理という方がいらっしゃいますと。で、例えば野田さんでいうと、当然その小選挙区で立候補して、立憲民主党ですけれども、例えば野田さんは船橋駅とかいろんな街頭でですね、朝6時から9時までの寒い時も暑い時も、週で2回3回、この街頭に立ってですね、ビラを配るわけですね。で、おはようございますと挨拶をして、中には握手する人もいると。で、この総理で亡くなった時からずっと続けていて、SP もですね、元総理というのは SP がつくんですけれども、その SP もいろんなこの市民の方がとっつきづらいんで、お断りして、一人でですね街頭に立ってビラを配っているというふうなことをされてたりとかいうことがありましたと。そういうような、地元推しで街頭に立っている方がそれぞれの小選挙区でいるということですね。で、それは当然選挙になればそれぞれ選挙カーでいろいろ地元を回るということに加えて、例えば選挙の最終日とかということになれば、船橋駅の北口の交差点のところに立ってですね、雨が降っててもですね、当然傘もささずに雨の中手を振ると。それはバスですとか、あるいは車に手を振ると。そうなると結局野田さんに入れちゃいますよねというところなんですよね。で、じゃあ例えば野田さんは立憲民主党なんですけれども、例えば自民党だったらというふうに考えてみますと。で、野田さんが自民党でもしいらっしゃって、で今回自民党めちゃくちゃ国民の支持得てないと、自民党ふざけんなというふうになってるとしても、地元のこの自分の選挙区が野田さんですとなった場合、もしかしたら野田さんに入れると思いますというか、多分野田さんに入れると思いますというところですね。もう政党はあんまり関係ないんですよねというところですね。じゃあ仮に野田さんが自民党でじゃあ裏金やってたらどうなるかということですよね。裏金やってても慣習で裏金、キックバックっていうのをもらっていたんですよねと。で、じゃあそれで、何か例えば法律に触れて有罪になったっていうわけでもないと。入れますかと言われたら、もしかしたら野田さんに入れちゃうかもしれないですよね。慣習で裏金やってたと。入れるかもしれないですねということがありますと。ということで、結局地元推し、つまりこの、小選挙区でその当選している、自分のもともと現職ですよねの議員に入れてしまうかというと入れてしまうと思いますと。で、自民党はもともと7割っていうのが小選挙区でちゃんと当選してますと。いわゆる比例で人気を得て当選したとかっていうことじゃなくて、ちゃんとそれぞれの全国津々浦々の地元で小選挙区で勝って当選していると。で、自民党というのは大体260議席ぐらい衆議院で、確保してるんですけども、そのうち190議席、つまり、先ほど言った、そもそも衆議院の全体の議席でいうと、465議席分の289とかなので、つまり6割ぐらいが、小選挙区なんですけれども、それを上回る、260議席分の190議席が、自民党の、小選挙区なんで、つまり7割、ちゃんと小選挙区でそれぞれ勝って議員になっているというのがあるので、なかなかちょっと崩れやすいという小選挙区制度の闇がありますということですね。闇というか、当然小選挙区各地域で勝ってるっていうことなので、別に悪いことじゃないんですけれども、その自民党が評価されなくても、それぞれ我々国民のその自分のこの選挙区ですね
の中でその推している人がいるんであれば、それは自民党だってももしかしたら入れてしまうということがありますと。で、さらにはこの小選挙区制度でいうと、例えばですね、自分の推しの政党がいてもその自分の選挙区で、擁立されてないっていうことがあったりとかします。ちょっと前で言うと、例えば、維新とかすごい全国的に人気になり始めた時に、衆議院選挙があってもその自分の選挙区でそのなんて言うんでしょう、その政党の、議員がこの立候補してないと、候補が立候補してないということがあったりします。なので小選挙区は入れようがないっていうふうなことがあったりとかします。例えばこの国民民主党ということに、今回ですね関して言うとすると、国民民主党に入れたいと思っても自分の選挙区にこの国民民主党の議員が立候補してなかったりとか擁立されてないというふうなことがあったりとかしますと。そういう意味では自民党は必ずこの全国津々浦々の選挙区で立候補必ず立てますと。必ず立候補者を入れてるので、その自民党でないその政党、野党のですね政党はなかなかこの小選挙区で議席を確保しにくいってことがあったりとか、そもそも候補がいないってことですね。でそれから与党アドバンテージっていうのもあったりします。でそれ何かっていうと、自分の推しているその候補、自分の小選挙区で自分が推している候補が例えば与党じゃない場合があったりします。例えばこの船橋でいうと、野田さんにみんな投票するわけですけども、その野田さんに投票しても、野田さんがちょっと今は立憲民主党なわけですね。で立憲民主党はかつては民主党でですねその政権を取ってた時期もあると思うんですけども、例えば推しているじゃあ野田さんが仮に自民党だったとしたら、当然与党なわけで、この地元の候補がその政権を握っているということで、地元にとってももしかしたらいい政策っていうのをしてもらえる可能性もあるんじゃないかというふうに予想するんですけども、それ以外の政党、今回は自民党がダメだからといって他の政党にじゃあ投票するかというと、その自分の小選挙区で推した候補がもし、当選した場合、その政党がもし政権を取らなかった、与党にならなかったとしたらですね、与党でない、自分の選挙区のその候補っていうか議員が与党でなくなってしまうので、その自分の選挙区、地元に関して、より良い政策をしてもらえるということについて、通りづらいと、野党であるからですね、通りづらいというふうな予想もしてしまうので、今与党である、今後与党になる、あるいはこの選挙で与党になるところに投票しやすいというところもあります。なので与党アドバンテージということで、自民党がもしかしてこの後3党連立になったとしても、もし与党でいるとするならば、その自民党に投票しておこうというふうに思ってしまうというところもありますねと。で、ちょっと前に例えば民主党がこのなんていうんですかね、政権を取った時、地滑り的にこの自民党が大敗してですね、民主党が要は政権を取った時があったと思います。例の、東北の大震災があった時にちょうど民主党が政権握ってたと思うんですけども、あの時の衆議院選挙のようなことであると、民主党やったことないからちょっと任せてみようというふうな、空気があったと思うんですけども、ここ最近に至っては自民党はダメだけれども民主党は一回任したしなと、それで全然ダメでめちゃくちゃになったから今自民党になったというのがあって、その自民党以外の政党に任せたいっていう政党がなかなかいないと。民主党は一回失敗しててもうこりごりだしなというふうな空気があったりするっていうのもありますということですね。でそれから野党共闘がちょっと愚策だっていうところもありますね。で野党共闘っていうのはつまり何かっていうと、自民党じゃない人はここに入れてくださいっていうふうなことですよね。でいろんな野党が組んで、立憲とか例えば共産とかいろんな党が組んで、この我々の党を支持する人はこの候補に入れてください。でいろんなその政党であっても、もう野党を応援する人はここの候補に入れてくださいっていうふうなことだと思うんですけど、そんなことありえないですよね。舐めてんのかっていうふうにちょっと思ってしまいますよね。でこの候補がいい、この政策を考えてるからいいっていうふうに入れるわけで、自民党じゃないと思う人はみんなこの候補に入れてください、そんなことありえないので、なかなかその野党共闘っていうのはなんか今調整不足だって言われてますけど、調整不足も何も野党共闘なんてまずありえないと。自民党じゃないと思うからその候補に入れるなんてことはそもそもありえないので、これ国民をそもそも舐めているということもありますということです。じゃあどうすればいいかということなんですけども、もうとにかく比例にかけるしかないと
いうことですね。もちろんその小選挙区でぜひ自民党以外でなんていうんでしょう、全国的にそれぞれ候補を擁立してもらうっていうことがもちろん望まれるんですけれども、我々としてできることはとにかく投票することだけなので、そうなるととにかく比例でかけると、比例にかけるということになります。比例で絶対どこかに入れるということですね。とにかく今回この給付金10万円実現したいと思うんであれば、この3党連立というようなことになったり、とにかく自民党大敗ということにならなきゃいけないので、そのためには選挙にまずとにかく行くことですと。選挙にまずとにかく行って、そして比例で絶対どこかに入れるということですね。で、比例で絶対どこかに入れるっていうのは、自民党じゃないですと仮に思ったとして、じゃあ自分の気に入るその候補としては、仮にここの選挙区でいうと野田さんですと。野田さんに小選挙区は投票します。ただ比例としては立憲民主を押すわけではないなと仮にもし思った場合だとしても、どの政党がいいかなってことを考えて、どこかには絶対入れるってことですね。白票にはしないってことです。どこかに絶対入れることで自民党でないというところの割合が上がるので、そうなると自民党が過半数を確保するっていう可能性が下がるので、そうするとこの3党連立っていう可能性も生まれてくるので、とにかく選挙に行って比例で絶対どこかに入れるというところもポイントになってきますということです。おさらいしますと、とにかくこういった給付金10万円というものを実現したりするためには、この与党野党のこの割合を動かしていかなければならないので、とにかく衆議院選挙にかかっていると。で、とにかく選挙に行って投票するというところがポイントになってきます。さあ、なかなかこういったこともあって実現という道のりはもう本当に簡単ですと。ただこの自民党あるいは岸田内閣の支持率が低いよというところがあるので、じゃあもうすぐに野党が政権取るか、あるいはこの自民党が大敗して必ず政権から脱落するかというわけでもないと、かなり難しいということがありますが、とにかく選挙に行ってその動きを変えていくというところがポイントになってきますという話ですね。で、もしこの結果3党連立あるいは国民民主党の玉木代表が首相になるということがあって、この政策をされるということになったら、最短の給付スケジュールはどうなるかというところですね。で、このコロナ禍にあった特別定額給付金の1回目っていうのはもう閣議決定してからバタバタバタと大体10日間ぐらいで申請の開始になりましたと。じゃあもしこれで6月解散になりましたと。で、なった場合は、7月の中旬に選挙が行われて、8月の上旬に、閣議が開催されるんじゃないかなというふうな流れです。で、そうなった場合、この8月上旬に閣議決定して、法案提出8月中旬、でそして申請開始が8月の下旬というふうな形になる可能性っていうのも、最短ですねのスケジュールでは考えられるといったようなことになりますと。とにかくこの衆議院選挙小選挙区制度っていうものに関する闇と道のりはもしかしたら険しいということがありますけれども、とにかく実現に向けて動いていくというところ、とにかく投票に行くというところがポイントになってきますと。これが解決すれば全国民10万円給付というところが実現しそうだというシナリオについてお話しさせていただきました。で、最初に言いましたように、こういったこの給付金に関する動画っていうのはたくさんご覧になっていただいてます。で、こういった国民の声ぜひですね、こういった政権の方とか、あるいは自民党の方、あるいは岸田首相にも届けたいというふうに思ってますので、この給付金に関すること、あるいはこの消費税減税に関することで賛成反対の一言だけでも構いませんし、ぜひそういったご意見を入れていただければなというふうに思ってます。そういったご意見を届けたいというふうに思ってます。それから給付金に関する動画っていうのは、新しい情報が出ましたらすぐにお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたい、あるいは給付金に関するものが申請始まったらすぐに申請したい、できるだけ早く給付されたい、あるいは確実に給付されたいと思っていらっしゃる方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい動画をアップさせていただいたら、チャンネル登録していただいている方はすぐにご覧になっていただけるようになりますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。